さんこんにちは。今回は RG、ジオングを作成します。よろしくお願いいたします。キットはラストシューティングエフェクトセットなので、本体以外のパーツが多数あります。モノクロの説明書は、エフェクトセット用。パーツカットと2度切りです。前回のバウンドドッグで、2度切りした時に出るランナークズの処理が面倒だったので、ウェーブのハンディクリーナーを購入してみました。強力な吸い込みが、気持ちいい。これいいですね。仮組みです。マスターグレード並みに内部パーツがありますね。仮組み完了です。6時間くらいかかりました。遅い？遅くない？めちゃくちゃかっこいい。アレンジも適度で、素組みで十二分に満足できるキットではないでしょうか。このキットは、RG ガンダムと組み合わせて、ラストシューティングのシーンを再現するのですが、私はまだ RG ガンダムを組んでいないので、積んではある。今回、エフェクトセットは一部のみ使用です。腹部を前後に稼働させると、外装が擦れるような感じがしたので、当たっていそうなパーツを削り落とします。大まかにニッパーでカットしてから、デザインナイフで整えます。当たっているか、いないか、微妙な感じですが、ほとんど見えない部分なので、手間をかけない程度に処理しました。ギリギリ当たっていない？いる？塗装しなければ、擦れても気にならない程度と思います。塗装用の持ち手をつけます。スカート部分の内部パーツなどは、スターブライトアイアンで塗装。今回はサフなしで塗装しました。なくてもなんとかなる？どうかな？一色だと単調になるので、スターブライトジュラルミンや、シルバーも使用。エンジン部分などは、ブラスやゴールドで塗装する予定でしたが、ブラスも、ゴールドも、塗装してみると少しイメージと違っていたので、ゴールドとシルバーを混ぜて、シャンパンゴールドで塗装しました。これはやらなくてもよかった気がしますが、スカートアーマーの内側を、スターブライトジュラルミンで塗装しました。スカートアーマーの外側を塗装する前に、マスキングゾルを使って、塗装済みの内側をマスクします。このゾルは水溶性です。もう少し、ゾルを水で溶いて、薄く塗ればよかった。初めて使ったので、まだまだコツがつかめてないですね。外装パーツを塗装していきます。今回は、ほぼ、説明書通りの色で塗っていくので、サフなしで塗装しました。マスキングゾルを剥がしていきます。まずは、ぬるま湯を用意。ゾルを塗ったパーツを、10分ほどつけ置きすると、水に溶けて柔らかくなるので、ブラシなどでこすり取ります。内部バーツは、ウェザリングカラーで墨入れします。とうとう買ってしまった、わら。100均のネイル用使い捨て筆で部分塗装します。
属のリアリスチェックデカールを貼っていきます。デカールを水に浸してから貼る、水貼りをしています。スカートアーマーの一番長いラインデカールは、まっすぐな線なので、引っ張りながら曲げて貼りましたが、後で剥がれてきそうだったので、水転写デカールで置き換えました。後で気がつきましたが、リアリスチェックデカールを中央で分割して貼れば、曲げなくても、それらしくできたかもしれません。まあ今更ですが、濃い色のパーツだと、リアリスチェックデカールの余白が、より目立つ気がしたので、気になったところは市販のデカールに変えました。やっぱり、水転写デカールは落ち着きますね。安心して作業できる気がします。今回使用した市販のデカールです。この他にも、いくつか、使いかけのものを使用しました。デカールの段差を軽減する目的で、クリアを塗装します。続いて、艶消しのクリアを塗装。だいぶ目立たなくなったのではないでしょうか？このキットの最大の難関、アドバンスド MS ジョイントを使った、指のパーツを塗装します。このパーツはシステムインジェクションで、グレーとブラックの2色のプラスチックを1つのパーツとして成形しているのですが、これを塗装するのは非常に難しい。ラッカーでグレーを塗装した後、水性カラーでブラック部分を塗装します。洗剤のマジックリンをカップに移します。マジックリンが水性塗料を溶かす性質を使ってはみ出た水性塗料を拭き取っていきます。水性のプレミアムトップコートで艶消しコートします。口のメガ粒子砲発射口です。前回、小さいパーツを紛失して、苦労したので、今回は最後まで大切に保管しておきました。わら。長谷川のミラーフィニッシュを、モノアイ接続パーツに貼り付けて、光の反射効果を期待します。期待ほどではありませんでしたが、まあまあでしょうか？エフェクトパーツを蛍光イエローとホワイトで塗装します。バーニアエフェクトパーツの上からホワイト、真ん中が白っぽい蛍光イエロー、下が蛍光イエローとグラデーション塗装に挑戦したつもりでしたが、普通に3色に塗っただけっぽくなってしまいました。グラデーション塗装って難しいんですね。頭部を組み立てます。頭部コクピットハッチが開閉します。バンダイさん、芸が細かい。胴体の組み立てです。胸のスラスターが胴体の動きと連動して外側に展開します。内側への動作連動はありません。胸のコクピットハッチも開閉します。私はこのパーツを取り外さないと開閉できませんでしたが、腕部を組み立てていきます。ショルダーアーマーを組み立てます。メインス
スラスターと、スカートアーマーを組み立てます。リード線まで使う、バンダイさんのこだわりには脱帽です。組み立て説明書とは順序が違うので、ご参考までに。緑色のパーツは、朝食に1時間もかかったのですが、今見ると、何をこだわっていたのかわからない、よくある緑色にしかなっていませんね。唐突ですが、マスターグレードのパーフェクトジオングも、積んでいるんですよね。早く着手しないと、マスターグレードを完成させる前に、RG で発売されてしまうかも、と思いました。手間をかけて塗ったアーマーの裏ですが、これでほぼ見納めでしょうか。全体を組み立てます。RG144分の1、ジオング、完成です。物合いは、首振りに連動して、左右に動きます。連動はありませんが、上方向へも稼働します。ポーズをとっている時に、折ってしまいました。ゆっくり動かさないとダメですね。肩のパーツを逆さまに取り付けてる？間違いです。すみません。スカートアーマーとメインスラスターの可動ギミックです。
ロントアーマーはそれほどでもありませんが、サイドアーマーは、かなりの高さまで上げることができます。大型のメインスラスター用、バーニアエフェクトパーツです。小型スラスター用、バーニアエフェクトパーツを取り付けます。5連装、メガ有志砲のビームエフェクトパーツです。ジェン1用、バーニアエフェクトパーツを取り付けます。側頭部用、バーニアエフェクトパーツです。RG、ジオング、いかがだったでしょうか？隅々まで配置された、ディテールと、大胆なアレンジ。細かいところまで分割されたパーツ。作りやすく、完成度も高い、素晴らしいキットでした。多少、値段が高くなっても、今後は、RG でのキット化を増やしてほしいですね。あ、でもシステムインジェクションだけは、何卒ご勘弁ください。今回作成にかかった期間は、33日間、でした。また、次の動画でお会いしましょう。さようなら。